明してもらっていい？パーティープパーパーーティーを台無しにする人、面白く見えちゃうぐらい、そうそうそう、ピーみたいな。忙しそうだったね。でもベニも忙しそうだもんね。ベニの方が忙しいんじゃない？なんか私の場合はさ、もう一気にガーって入るじゃない？ツアーだもんね。そう、ツアーのリハとレコーディングとっていうのが重なって今ちょっと喉がガラついてるけど、この一杯を待ってました。美味しいね。美味しいね。そうなんかバタバタはしてたけど、最近映画見た？最近ね、ドゥーン見た。ドゥーン見たい、ドゥーンめっちゃ見たいんだよね。よかった？よくてすぐに2回目見に行きたくて、友達に見に行かないって言ったら断られて行ってないんだけど、行かない？まだやってる？やってると思うよ。ギリギリ？行きたい。行こう。ほんと最高だった。やっぱ映画館で見るべきだよね。絶対映画館がいいと思う。めちゃくちゃかっこいい。もう最近ね、私映画を1本丸々見れた記憶がないの。寝ちゃうんだ。寝ちゃうの。わかる。もういつも寝ちゃうじゃん。普通に私がご飯食べててもじゃないけど赤ちゃんみたい。飲んでたらさ、もう絶対さ、もうベニーの癖が飲んでるともう眠たくなるともうずっと含みあくび、何？この中でこの中でさあくびすんの。そう、それ別に普通にあくびしてると思うけど、なんかわかる？気遣いあくびね。気遣いあくびでもう一番でも私もやるんだよね。だからすぐ気づくんだ。後ろ向いた方がいいかもね。無理でしょ、それ変でしょ。くしゃみみたいな振り。でも本当に何したのってなるじゃん。大丈夫？吐くのかなみたいな。確かに。でもベニー飲んでんのにさ、もうさすぐにそうやってさ、パーティープーパーみたいなことするじゃん。違うよ、もう最近でしょそれ。最近。前から私全部はやっぱって言うじゃんいつも。パーティープーパパーティープーーパーティープーパーに反応してます皆さん。パーティープーパーってこういう時使わなきゃ。パーティープーパー、使うじゃ使うけど、カタカナで初めて聞いた。パーティープーパー説明してもらっていい？パーティープーパー。パーティーを台無しにする人？パーティープーパー、直訳。パーティーのうんこパーティーのうんこ。はい、ということでなんだっけ、What were we saying？ バレンタインデー、私忘れられない。バレンタインデーに2人であれ何年50 Shades of Grey を見に行ったの。ってことは2004年ぐらい前じゃない？もっと前か。結構前だった。50 Shades of Grey の何作目かなんかだったけど、1作目だよあれ。本当？そうだっけ？2015年。超昔。まずい、私この間の感じするんだけど。2015ってことは、6年前か。コロナの前の前の前ぐらいだね。そうやって言うとね、この間って感じだよね。そうだ。で一緒に見に行って、バレンタインデー当たり前だけどもうカップルだらけで、ね、すごいさ、私たち以外全員カップルでもうシーンがすごいの、次から次とね、そうモザイクだったね。でもね、でずっとモザイクで結構な露骨なモザイクで、日本だけだよね多分ね。笑ってたよね2人で、笑っちゃったんだよね。だから面白く見えちゃうぐらい、ピーみたいな丸、でっかい丸が、なんであんなことするんだろうね。でとにかく私たちは笑いながらまたボザボザってなるからずっと笑っちゃってたよね。この後どういう感じなんだろうな、このカップルたちはね。言ってたよね。今日はどんな流れになるんでしょうっていう、結構ねインスパイアされるか、恥ずかしすぎて帰るか、そうね、どっちかだよね。結ぶのかなってずっと言ってたの覚えてる？誰か結ぶのかなって言ってたよね。デートで、
最後に行った映画が何ヶ月前かな、今年の春かな、映画館で見たの。あ、そんな前なんだ。なんか一瞬コロナがちょっと落ち着いた時に行ったの。覚えてる、この前最近そういえば映画行ったんだけどって言ったら、なんで私に言ってくんないのやきもちやきもち焼いた。旦那さんとの貴重な時間でした聞いてないみたいな、なんで誘ってくんないんだろうってすごい思ったの覚えてる。形一応言ってんのにね全然なかったよ、デューンの誘いなんかまあね、ちょっといけないでしょうみたいな枠になってるんでしょ、どうせちょっとなるべくみんなから誘われなくなるやつでしょ、お母さんになったから。ちょっとその概念をなるべく目に来るよね逆にみたいな態度で頑張ってるよ私は。もちろん関係ないよね来るよねっていう態度私は取ってる方じゃない、誘ってないよく。確かに誘ってくれてる方でも、それ以外の人たちは本当にもう子供が生まれると本当に誘われなくなるんだなって。なんで誘ってくれないのって一回言われたことあったから、そっからちゃんとそのスタンスで私は誘ってるよ。それは感じてる、ありがとう。私さ結構男っぽい趣味かもしれない、映画に関してはね、ちょっとなんかこうギャング系とか激しいファイトシーンがあるものとか、なんだろう、多分お父さんがちっちゃい頃よく戦争映画見てたのね。うちもかも。でもだからなのか知らないけども、そういうこう男物語みたいなのがすごい好きで、で見たのが「ザ・ジェントルマン」っていう映画だったんだけど、めちゃくちゃかっこよかったの。ちょっと見せるね。ジェントルマンってジェームズ・ボンドみたいなジェントルマン。でもねイギリスが舞台で、みんなスーツをずっと着ながらね、すごい戦うわけよ。ストーリーもめちゃくちゃ面白いんだけどさ、はいはい、マシュー・マコナヘイと、マコナヒマコナヘイってなんかすごいマコナヒなんだ。マコナヘイなのにね、マコナヘイ、マコナヒ、マコナヘイ。Isn't it マコナヘイ？マコナヘイ。イギリスのイケメンズも結構お面で出て、もうとにかくねすごいかっこよかったの。見たい。でエレガントに人をこう潰すっていう私のちっちゃい時のね、もう小学校1年生のもうヒーロー大好きだった、もう男のドタイプど真ん中はバンダムだったの。ジョン・クラウド・バンダム。どうしたっけ？ジョン・クラウド・バンダム知らない？私名前で覚えてなくてさ、もうなんとなく気づいてきた。名前はちょっと得意じゃないって。そうはいわかる。なんかそう、この人の映画をよく見てたの、お父さんがね、好きになっちゃって、ちっちゃい時に好きになるとさ、もうこれがもうタイプですってならない？なる？だってもうなんかやっぱ未だに見るとキュンってなるからさ、本当、あの恋心はさ、ちょっと消えないよね。まあでもムキムキだからいいっていうわけでもないんだけど、なんか強い人が好き、だからすごい華奢で美しい、ちょっとこう中性的な男性はあんまじゃあティモティーが今の子供に見させたくないランキングもう多分一番好きなシリーズが全部入る、だから見せたくないよね、でもラリー・クラークじゃない一番見せたくないの。確かにタランティーノはバイオレンス系、しかもそうタランティーノってちょっとシュールだし笑えるし、なんかありえない世界だけど、ありえちゃうよね、キッズみたいな、ありえちゃうし設定は、確かにもうキッズを見たから、もうニューヨーク初めて行った時に、もう震えるぐらい怖かった本当にキッズで怖かった。もうなんかキッズからの、やっぱニューヨークという街が出てくる映画って、そのもう描き方がまずなんかすごいグレーがかってて、あと大体寒くて、こう湯気が出まくってて、その湯気の中から出てくる人がいきなりもう銃出してみたいな、そういうさ、
もう絵が描けてるわけよ、うんうんだから行くともうそうなっちゃうって思うじゃん、もうだからなんかはい普はい。通に全員怖かったって思う、だあからやっぱ映画の影響ってーうんね、そういう街の印象が本当に出来上がっちゃうからね、ね、じゃあまた誘ってよ。家族ついてくるけど大丈いいよ、私も家族、お宅の家族旅行にも、ね、一人入り込んじゃってるぐらいだから。一人っ子だからう、んうん、親が行くってのと行かないって言わ誘われんの。そっか、じゃあ家族でみんなで行こう、長谷川家で、うんうん、一緒に最後にはいチェース